皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は理解できる人にはゾッとするようなお話をお届けしようと思います。それは現在のアフリカの食料事情についてです。2022年2月にロガウに侵攻したことで始まった紛争ですが、その紛争に伴って実行された国会封鎖危機によって中東やアフリカ諸国が深刻な食料危機に陥っています。アフリカと食料危機は随分前からセットで語られてきたので、特に深刻さは感じない方が多いのではないでしょうか。ところがなぜアフリカの状況がさらに悪い状況になっているかの理由を知ると、それはそのまま日本のリスクにも当てはまってしまうのではないかということに驚くはずです。もちろんアフリカと日本では置かれている状況は違うので、食料危機に至るプロセス全てが同じであるとは言えませんが、食料自給率が低く他国に依存しているという点で似ている部分が多いのです。ただ日本がさらに危険度が高いと思うのは、危機意識を持った人の割合が異常に低いというところだと思います。そういった危機意識がある、ないというのはそれぞれ自分の選択でもあるので、もはやどうしようもないと思います。この動画が正常に生存本能が保たれている方にとっては、今一度生き残るために必要なマインド設定をすることができると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、皆さんはアフリカというとどのようなイメージをお持ちでしょうか。私の中ではいつも多くの人たちが飢えているということを思い浮かべます。例えば Google などでアフリカ食料危機とキーワード入力して検索すると、ご覧のような検索結果が得られます。そこでは常に食料危機と向き合う姿があって、すっかり見慣れた光景となってしまいました。ところがウトロの紛争勃発以来、食料危機の状況は悪化し続けており、ソマリアなどの地域では48秒に1人の子供が餓死しているという現実があるといいます。さらには異常気象により干ばつと洪水がその地域を襲っているので、生き続けていくにはかなりの難易度が高い地域になっています。なぜそのような悲惨な状況になっているのかというと、中東アフリカ地域は食料のほとんどを自給することができなくなっており、ウクライナやロシアに依存している状態だからです。まずは紛争勃発によって食料などのあらゆるものが 250% の値上がりを見せて庶民を苦しめるという現象が起きました。そのような背景があり、事態がさらに深刻化してきているのです。国連世界食糧計画 WFP によると、2021年には世界の8億2800万人が栄養失調などの飢えを経験し、53カ国で1億9300万人が急性食糧難に直面しています。ウクライナ危機から1年を経た2023年2月末の推定では、89カ国で6億人以上が飢えを経験し、37カ国の3億9900万人が食糧難に直面しています。これらの地域の惨状は検索をかけると直視できないほどやつれた子どもの画像などを確認できますが、こうなってしまった原因は一つではないことが問題を深刻にしています。もちろんきっかけはウトロの紛争から始まるのですが、黒海の封鎖によって事態がより深刻になってしまいました。黒海というとウクライナから中東アフリカに小麦などの食料品を運ぶためのシーレーンになっていたのですが、2022年7月に合意した黒海穀物イニシアティブが今年の7月17日に延長合意が実現せず、深刻な食料危機に襲われています。それに対してロシアへの非難が高まっていますが、果たして報道通りのことでしょうか。この状況というのは、穀物などを運ぶ航路が断たれたということで、中東やアフリカに重大な食料危機が発生しているわけですが、日本が置かれている立場と似ていると感じないでしょうか。中東やアフリカは食料の多くをウクライナやロシアに依存しており、日本は石油を 90% 以上中東に依存しています。そこが断たれたら日本経済は実質的に停止し崩壊します。当然物流に必要な燃料が手に入りにくい状況になりますし、そうなれば同時に食料危機が確実に起きます。中東やアフリカの国々は日本よりも一足先にシーレーンの危機に直面していますが、補給路が断たれることのリスクを考えると、日本も明日は我が身ということになります。黒海のシーレーンが麻痺したことでどのくらいの悪影響が出ているかを視覚化できるサイトが WFP から提供されていまして、ハンガーマップライブというものによってリアルタイムでの食料危機の状況が確認できます。これらの状況をさらにまとめたレポートが日本国際問題研究所に紹介されていますのでご紹介します。この表に見られるように食糧難に直面する人口が多い国の状況は驚異的ですよね。第1位のアフガニスタンは
人口4040万人のうち3760万人で 93%、第2位はソマリアで人口1640万人のうち1480万人で 90% が食糧難に直面しているわけですが、ほぼ国民全員と言ってよいでしょう。食糧難とはどんな状態かというと、国連では飢餓という言葉を使用していますが、その場合飢餓とは長期間にわたり食べられず栄養不足となり、生存と生活が困難になっている状態と説明されています。ちなみに世界の飢餓人口は約7億3500万人で、11人に1人が飢餓に苦しんでいるといいます。これらのデータには諸説ありますが、年間1000万人以上が飢えで亡くなり、そのうち7割が子供という状況です。そして飢餓は主食が不足することで起きるということが重要で、中東やアフリカは小麦ですが、日本の主食は米ということになります。では日本において米の確保は大丈夫でしょうかということを考える必要がありますよね。これらについては過去動画で多く取り上げているので、そちらをぜひご視聴ください。さらにこのデータで食料自給率を確認すると、アフガニスタンなどは 50% から 60% もあり、日本よりはるかに優秀なのですが、干ばつや洪水によるものと政情不安定な状況が重なり、国民が飢えと直面することになっています。今後世界が混乱するということは、輸出入にも大きな悪影響を及ぼすわけで、今この時期に備えないものというのは本当にまずい状況に自分を追いやっていると思います。また中東やアフリカへの小麦輸出国上位はロシアとウクライナとなっており、逆に言えば中東やアフリカがどれだけそれらの国に食料を依存しているかということにもなります。そして何か世界規模で問題が起きた時には一気に食料危機に突入するという構図になっているわけです。こうしてみると改めてシーレーンの重要性というものが理解できますし、日本の状況を振り返ってみると背筋が凍る思いがするのではないでしょうか。日本が置かれている状況というのは、エネルギーのほぼ全てを輸入に頼り、農作物を生産するのに必要な化学肥料のほぼ全てを輸入に頼っています。さらに食品を加工し梱包するための缶詰に使用されるアルミニウムや鉄なども輸入に頼っていますから、仮に食料加工後に出荷しようにもそれすらもできなくなります。それらのことは流行り病蔓延中にたった一つの部品がないだけで車の生産ができなくなったことからも経験しているはずです。そしてその輸入先には反日国がいるということも忘れてはいけません。こうして考えると日本というのは自給自足ができない国であるというわけですから、外国との関わりは独自路線を考えないと危険極まりないこともわかります。先の大戦では石油の供給を止められ、植民地化されるという最悪の状況になりつつあったことから、先人たちは開戦の選択をすることになりましたが、戦後80年近く経った今、日本が置かれている状況と世界情勢を考えた時に歴史は繰り返されていると不安を感じます。明らかに覇権国家として君臨してきたアメリカは没落の流れです。日本のマスコミはウトロの紛争に関してだけを見ても炉の劣勢を報道し続けていたように記憶していますが、実際はどうでしょうか。経済制裁をどんなにしても致命傷にはなっていません。私たちはドルシステムから外されたら国は存続できないという思い込みをさせられていたのかもしれません。アメリカ覇権時代にその意向に反した国をどれだけ制裁してきたか。その報復としてのテロは決してあってはならないことですが、辛酸をなめてきた国の人たちがどんな感情を持ち続けてきたかということを立場を変えて考えなくてはならない時期に来ているのかもしれません。そうした背景があって今ブリックスという経済圏がどんどん成長してきています。そこにも問題はもちろんありますが、3カ国が共通して持っている思いは同じですから脅威となると思います。特に今の時代ではグローバル化が推進されてきた結果、簡単に国を窮地に追いやることができます。一国を滅ぼすのにもはやミサイルは必要ではなく、石油や天然ガスを止めても可能ですし、化学肥料の供給を止めることでもできます。もしろくでもない輩たちが地球の人口が増えすぎていると感じ減らそうと考えるならどのような考え方をするかです。核の使用はその後の環境悪化を考えると自分たちにもマイナスが生じますから、ビルなんとかという大富豪が言っているように、あれで人間が生まれなくなるようにできますし、短命にもできます。気象を操って食糧危機を引き起こすのもいいかもしれません。石油や天然ガスを止めるだけで経済システムは崩壊しますから、きっかけ、口実をいくらでもコントロールできる時代になってきています。グローバル化の真の恐怖はこういうところにあると思っています。同時にデジタル社会の実現は管理社会の実現でもあるわけです。
私たちはこういう時代に生きていることを自覚して備える必要があると思っています。いかがだったでしょうか。アフリカの状況というのはずっと食糧危機に見舞われているので、今回新たにひどいことになっていると言われてもいまいちピンとこない人が多いのではないでしょうか。ところが今起きていることは今までのそれとは違います。明らかに彼らにとってのシーレーンの危機によって引き起こされているのです。それを私たち日本の状況と置き換えて考えなければならないと思います。ろくでもないことを考えている奴らの好き勝手にさせた場合は先ほどの話となりますが、そうはいかない状況にもなってきていると思います。と言っても具体的な証拠を見せることはできませんが、まともな人たちが世界中で立ち上がってきているのも事実ですし、新たな流れが生まれてきています。おそらく人類史上ずっと庶民は騙され続けてきたことを世界中の一定数の人たちが気がついた時に何かが起きると思います。だからこうして微力ながらも情報発信していることは決して無駄ではなく、それらが結集していくと思っています。全員が気がつくことは絶対ありませんが、それでも一定数実現すればいいと思います。そうして世界は良い方向に進むことは間違いないと思いますが、その過程で今中東やアフリカで起きているような試練は必ず来ると思います。それらを乗り越えて生き延びるための準備が必要となります。そういう状況が避けられたのならそれはそれでよしとして、危機に対する備えは決して無駄にはならず、そもそも地震大国日本に住んでいる以上備えは必要です。私たちは悲観することなく大難を小難に変えることができるように、どんな状況が起こりどんな準備をしていけばよいかを想像力をフル稼働させて備えるしかないと思います。共にこの難しい時代を乗り越えて生き延びていきましょう。それが未来の子どもたちの平和や幸せにつながることになると信じております。この動画が皆さんの危機管理にお役立ていただけたらと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。